世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回はやりすぎた IWC に関する話題をご紹介します。2019年6月、日本は国際捕鯨委員会通称 IWC から脱退し、日本の水域内にて商業捕鯨の再開を発表しました。IWC 脱退について国内外からは短絡的な決定、国際社会に背を向けるのか、もっと粘り強く交渉を続けるべきといった批判を受けましたが、日本は1990年代初めから約30年にわたり反捕鯨国と交渉を続けています。科学、法律、経済、文化などあらゆる方面から議論と妥協の模索を行いましたが、それらすべてが受け入れてもらえなかったことで下した決断でした。1970年代から活発となった反捕鯨運動の結果、1982年に IWC は一時的に商業捕鯨の捕獲枠をゼロに設定し、その間に科学的情報の包括的評価を行い、遅くとも1990年までにゼロ以外の捕獲枠を検討すると発表していました。この規定に従い日本は鯨類捕獲調査を実施し、捕鯨の管理に関する様々な問題解決に尽力。さらに、捕鯨船への外国人監視員の乗船や人工衛星を使った捕鯨船の追跡、鯨肉の DNA 分析と登録による密漁や密輸の防止策など積極的に行ってきました。また、そのための膨大な経費負担も受け入れています。さらに、資源状態の良好なミンククジラを数頭のみの捕獲にするなど、様々な妥協案も提出しましたが、反捕鯨国は、クジラは特別な動物であり、いかなる条件の下でも保護されるべき、と、捕鯨再開には同意しなかったため、日本は IWC 脱退に至ったのです。脱退発表後、海外の識者やメディアは、脱退という日本の決断を招いたのは、その主張を批判するだけの反捕鯨派の姿勢だった。日本に脱退を決断させたのは長年にわたるフラストレーションだ。と掲載しました。また他の海外メディアもこれまでの一方的な批判記事だけではなく、日本が捕獲数を減らしたことや南極海から撤退することを評価し、公平さに配慮した記事を掲載するなど、事態は少しずつ好転。以前は日本が行っていた調査捕鯨も実態は商業捕鯨で科学を隠れ蓑にしていると見られていました。しかし南極海での捕獲も調査捕鯨も中止したことで批判材料がなくなり、ノルウェーやアイスランドも自国の領海内で長年商業捕鯨を行っていることなどが日本だけを批判できない状況にしたようです。日本の IWC 脱退と商業捕鯨再開に世界から賛否両論が上がっている中、2022年、捕鯨国であるアイスランドまでもが、経済的メリットがなくなったとして捕鯨廃止を決定しました。アイスランドは日本やノルウェーと並び商業捕鯨を行う数少ない国の一つですが、主な輸出先である日本が商業捕鯨を再開したことで需要が減少し、過去3年間の捕獲実績はミンククジラ1頭のみ。経済的メリットがない上に、欧米などで反発の根強い捕鯨を続けることで、自国に悪影響を及ぼす恐れがあり、捕鯨を続ける正当な理由がなくなる、とのことでした。日本を脱退に追い込んだ IWC や、捕鯨を中止する判断をしたアイスランドのニュースには、海外からも多くの声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。日本だけを責めるのはおかしい話だよ。IWC が先頭に立って追い込んでなかったか？ノルウェーやアイスランド、日本が望んでいた制限付き捕鯨にも聞く耳持たずでさ。そもそも IWC ってクジラ資源の持続可能な開発が設立目的なんだろう？反捕鯨派なんて存在自体がありえない話なんだが。そう、本来は捕鯨前提の組織だよ。でも今は
本来の目的を忘れた奴らばかりで、日本が用意した捕鯨の重要性を示す資料も見下すかのように跳ねつけたこともあったってね。日本は脱退して本当に良かったよ。IWC がダメって言うならダメでいいんじゃないか？決定権を決める機関があるなら、それに従う方がいいと思うけど。日本が抜けた時点で、他が全部抜けるのは時間の問題だったな。反捕鯨派は、日本の主張を批判するだけで、生産的な会話も動きも何もしないだだっこのようだった。素朴な疑問なんだけど、捕鯨と他のマグロとかの漁業の違いは何なの？もし違いがないなら、なんで日本を批判する人たちは世界中の商業船に怒っていないんだろう。クジラには意識や性格、社会階層といったものが存在しているけど、マグロや他の魚は単に本能で生きているだけだからね。それは乱暴な決めつけだ。本能だけで生きていれば食べてよくて、それ以外はダメだなんて。じゃあ、牛や豚も本能だけで生きてるのか？意識も性格も存在しないって？アルパカを食べる国もあるが、あれはどうなんだ？クジラは特別な動物で殺すことを許さないって究極の差別だよな。この生き物は殺して食べていい。これは特別だからダメって決める権利は自分たちにあるとでも思ってるのか？一体何様のつもりだよ。世界の人たちには日本が提供している科学的なリサーチを読む能力がないんだな。論理的で純粋な科学者は種のバランスが取れているかの調査に意味があると知ってる。でもこういう声は世界には届かないし、みんな見て見ぬふりだ。個人的にマグロ漁にはうんざりしてるんだ。中国の乱獲で供給量が少なくて価格が高くなっているからな。俺の大好きな寿司の値段が上がってしまわないか心配だよ。捕鯨をやめたらクジラが増えて生態系が狂い出したりしないかな。クジラってたくさん魚食べるし、人類の食糧危機につながらないか心配になった。クジラの餌はオキアミ。なんかのプランクトンか小型魚類だから、人間と魚を取り合うことにはならないと思う。プランクトンみたいな生態系における低位の生き物は大量に食われても大量に増えるし。クジラの主食はオキアミって思ってる人多いけど、実際にはいろんな種類の魚を食べてるらしいぞ。イワシとかサンマとか大きなサケまで食べてることもあるって聞いたよ。捕鯨は減退してしまって、日本でも少しの量のクジラしか取ってないよ。日本が攻められるなら、カナダやアラスカで捕鯨してる人たちはどうなるんだ？彼らにとっては文化でも、アジアでは文化ではないとでも？日本はクジラを絶滅させないように調査した上で漁を行ってる。日本の捕鯨は問題だけど、北欧の捕鯨は OK とか面白いよな。環境活動家って差別主義者のことだろ？絶滅の危機じゃない限りいいんじゃないかな。ミンククジラは明らかに絶滅しそうにないもん。日本の食料自給率が低いから、鶏肉のような食品ですら必要なんだ。日本の事情も分かってあげようよ。僕は日本で鶏肉と知らずに食べたことがあったんだけど、あまり好きな味ではなかった。でも日本ではごちそうなんだって。鶏肉を美味しく調理するのは難しいみたいだ。アイスランドは日本が脱退しても商業捕鯨は持続可能と言ってたのに、経済が理由で中止ってことは日本しか買ってくれる国はなかったのかな。アイスランドの捕鯨は日本向けの輸出用だから、日本で需要がない以上、燃料消費してまでやる意味を感じないんでしょうね。アイスランドの捕鯨は金儲けのためだったのか、まあ予想はしていたけど、現地でもクジラ肉の人気はそんなに高くなくて、ほぼ日本向けになったんだ。食べる人が少ないから勝手に縮小していくよ。反捕鯨派は安心しろ。以上が海外の人々の反応でした。クジラを食べる文化のない国の人でも、長年にわたる反捕鯨派の日本に対する態度や機能していない IWC には怒りを感じているようですね。本来、生き物は自然に増えるもの。増えた分だけを食べていけば生態環境保護も可能になると
守る種類と利用する種類を分ける動きが世界中で起きています。その生き物が減っているかどうかで食べるかどうかを決める。日本はそうしたやり方で環境や生態系を守ってきました。日本人にとってクジラは海からの恵みであり、鯨油や鯨肉だけでなく、骨や皮まで全てを捨てることなく活用しています。肉や脂に、皮から内臓まで、食べ物としてくまなく利用する日本のクジラ料理は、世界に類を見ない日本独自の食文化。感情論だけで他国の食文化を批判したり、やめるよう強制する前に、その国の文化を知ることから始めてほしいですね。動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはリリーがお送りいたしました。